こんな感じですぐに真っ赤になります。網が真っ赤になることによって網を通した熱の伝わり方がするっていう。なぜ僕がこの外ではなく新富士バーナーから出ているこのカセットガストーチの方を選択したからというと、はいどうも、黒ガレージです。今回の動画はですね、こんな寂しい画角から始まっておりますが、僕の活動拠点の納屋の中でございます。こちらの箱2つ、僕がね、普段愛車に常時積載しているキャンプアウトドアグッズだったりします。その中でね、皆様にぜひご紹介したいアイテム、それがですね、こちら。皆さんご存知、カセットガスでございます。このカセットガスを活用したアイテムといったものがですね、皆様におすすめしたいようなグッズたちがありましたので、他の商品とね、比較検証しながら、そのアイテムを皆様に紹介していきたいというふうに思います。カセットガスアイテムといえば、岩谷さんだったりとかですね、いろんなところのメーカーが思い浮かぶ方いらっしゃると思いますが、個人的に推したいのは新富士バーナー。特にね、企業案件だとか、新富士バーナーの回し物でも何でもないんですけれども、個人的に新富士バーナーのファンだったりもするんで、アウトドアでいうところは外ですかね。外の魅力を皆様にお届けしたいということで、動画を回していこうと思います。これからキャンプアウトドアを始めたいと思っている方や、これまでね、もう何年も何十年もキャンプアウトドアを楽しまれてきた方たちにとってもですね、参考になるような部分もあれば、皆様がどう感じるのかも含めてね、最後までご視聴いただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。このチャンネルはね、とりあえず何でもやってみるということで、自分の人生を DIY していけるようなおじさんのサブカルチャーチャンネルを目指しております。そういったね、動画が気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。ということで、実際に紹介していきましょう。ということで、普段収納していて常に持ち出せるようになっているこちらのコンテナ2つなんですけれども、こちらの中身を紹介していこうと思います。これはですね、ホームセンターとかで売っている農家さんがよく使っている最終コンテナと呼ばれるものの色違いというか、おしゃれな色のものが売られていたので、それにワンバイ鋼材と鉄の平板ですね、加工して作ってある天板。これを被せて持っています。テーブルとしても使えるし、この最終コンテナの蓋としても使えるよっていうものなんですが、このね、天板に関しては、これ僕が DIY したものではございません。これを制作、販売している方がですね、もう何年も前、その方とね、お話をさせていただいて、めちゃめちゃ感銘を受けたので購入させていただいたものです。僕の事務所で使っているこの棚もですね、その方からプレゼントしていただいたもので、もう何年も事務所でね、かなり重いものを乗せて使ってたりもしますが、はい。コンクリートのね、背筋になったりする鉄骨とメッシュだけで出来上がった棚ですね。こういったアイアン家具、自分で作ってみたいなっていう風に憧れてたこともあってね、その方に感銘を受けてというか、こんなものを僕は過去に制作していたりもします。この納屋を片付けた時にね、僕の作品が有効活用されるようになんていうことも考えてたりしますが、こんな感じで、はい。ゴミステーションというか、ゴミ入れとしてですね、家に転がっていたアングル材をね、活用して、ゴミ捨て場みたいなものを作りました。自分で作ってみたんですが、作ったらね、愛着が湧いてしまって、外でゴミを入れるのに使うのはもったいないっていう風にね、気持ちが変わってしまって、もう数年間作った作品が眠っているような状態になりますが、納屋がある程度片付けられるような状況がやってきた日にはですね、これが活躍してくれると思います。話はそれましたが、DIY で作られたようなちょっとしたものがね、ワクワクするような、そういう方、この動画見てる方もいらっしゃると思います。こういうものを自分で自作して大事に扱って日々活用していって、その道具をめでるみたいなね、そんなのってすごく素敵だなと思っております。このチャンネルの趣旨であるですね、とりあえず何でもやってみるっていうことで DIY したグッズでね、アウトドア楽しむのもいいんじゃないかななんていうふうに思います。中身はですね、こんな感じでございます。マキタのね、扇風機だったりとか焚き火台だったり、今後表面加工しようと思っている僕の祖父の形見である斧とかですね、ナタですね。外物と呼ばれるようなものをここに収納してたりもします。今回の本命のこちらなんですが、これはね、ホームセンターでも売っているような黒色のコンテナボックスです。そのコンテナボックスに 12mm のね、OSB 合板、適切なサイズにカットして、研磨して、色付けをしてニスを塗ってっていうことで、へこみの部分にはめ込むことによって、テーブルとして使えるようなものを作って乗っけてあります。あっちのね、おしゃれなものとは少し色味というか、デザインというか、そういったものが
チープな感じがしますが、これはこれでね、テーブルとして使えたりするんで、個人的には重宝してたりもします。こっちはですね、クッカーとか、そういったものがまとめて入っております。キャンプグッズの紹介なんていうのは、この動画のね、反応が良ければやっていこうと思うんですが、以前の動画でご紹介した米軍が使用していたアーミーナイフを鏡面仕上げしてね、サバイバルナイフにしていたり、そういったね、アイテムが収められてます。今回のメインのね、紹介したいものはこちら、新富士バーナーさんの商品です。この2つですね。この2つの商品、今回メインで紹介したいものになりますので、こちらをね、皆様にご紹介しようと思います。今回ね、メインでご紹介したいのは、こちらの商品たちでございます。この中で一番紹介したいのは、このカセットガストーチなんですが、これの前にね、このチャンネルでは皆様に紹介したことがなかった、こちら、レギュレーターストーブっていう商品名なんですが、カセットガスを利用した小さく収納ができるカセットコンロみたいなイメージでいいかと思います。こちらのカセットコンロはですね、こんな感じで簡単に収納することができて、このケースにね、簡単に収めることができます。この状態で持ち歩くことができるっていう商品ですね。僕はね、こういった以前雑誌の付録とかになっていたチャムスのね、クッカーの中にスポッとこんな感じで収まるので、コンテナボックス内に収めるときはこんな感じで置いてあります。レギュレーターストーブと呼ばれているミニカセットコンロなんですが、簡単に展開することができて、つまみを回してガスが出てきたらパチンとしてあげるだけで簡単に調理をすることができる、そういうものになっています。せっかくなんでね、炎の様子がわかるように少し照明を消して暗くしてみました。こんな感じで伝わるかと思いますが、かなりね、炎の強さっていうところを細かく調整することができます。なので実際にね、キャンプとかで煮炊きをするときにはかなりね、軽く調整できるところが有利に働いたりするんじゃないかなというふうに思います。でね、この製品いくつかカスタムしている点があります。まず第一にここですね、足の部分、純正ですとこの足の部分は鉄の丸棒、これがむき出しの状態になっているので、ツルツルした面に置いた場合グリップが効かなく滑ってしまうこともあるんですが、これはね、外から出ているオプション品で扱われているグリップを良くしたり保護したりするためのチューブですね。実際このチューブに関してはオプション品を購入しなかったとしても、内径がね、この太さに合うシリコンチューブなんていうのはホームセンターに売ってたりしますから、そのシリコンチューブで代用してしまってもいいと思いますし、足の部分がね、シリコンになっていることによって滑りにくかったりするので、煮炊きをするときにはね、より安定して安心できるかと思います。こういったところのカスタムだったり、あとはこれですね。これ取り外したんですが、ダイソーで売られているお菓子作り用の型抜きです。この型抜きがちょうどこのバーナー部分乗っかって、若干ではありますが風防の効果があって収納する時も邪魔にならないということで、これを購入して常時収納して使っています。その他にもこのケースの中に収めてあるんですが、こんな網を持っていたりもします。この網もダイソーで購入したんですが、ダイソーの園芸コーナーにあるふるいですね。ふるいの底の部分を加工したもの、よく見ていただくとこうやってね、枠の部分をカットして折り込んで網として使えるように加工されていることがわかるかと思いますが、この網をね使って調理をしたりもします。この網があることによってクッカーを乗せた時にクッカーに直接すすがつきにくくなるような効果がどうやらあるようです。そこね、僕詳しくないんですが、網が熱されることによって網からの間接的な熱がクッカーに伝わることによってクッカーが変形しなくなったり料理を焦がしてしまったりすることが少なくなる、そういうような効果があるそうです。僕自身そういう風に使用していて、この網があったことによって恩恵があったっていうことを実感するほどいろんな料理をしているわけではないんですが、こういった網があった方がどうやらいいようだということで常時入れてます。これ面白いんでちょっと電気消していきますね。この状態で点火してみようと思います。こんな感じですぐに真っ赤になります。これ使用していてすぐにねダメになっちゃったとか、酸化してボロボロになって穴開いちゃったってことは過去にないので、とりあえず使用上には問題ないと思いますが、網が真っ赤になることによって網を通した熱の伝わり方がするっていう、そういうところがメリットだったりもするようですよ。
こんな感じで僕はこの網を使うときは下に引くようにしてたりもします。必要性の有無とかそういったところに関しては僕はそんな詳しいことはわかりませんので、もし詳しい方がいらっしゃいましたらですね、コメントいただければと思います。いざっていう時に使えるように取ってあります。レギュレーターストーブっていうタイプのね、モデルを使用しておりますが、これがね、ブラックアウトされていて、もう少しかっこよくなったバージョンのものだったり、カセットガスをね、直接刺すのではなくて、ここからホースが出ていて、離れたところにカセットガスをセットすることができるようになっているバーナーだったり、いろんなタイプのものが出てたりします。競合でね、岩谷のジュニアカセットガスバーナーみたいな形で、コンパクトに折りたたみができる製品があったりもします。あとはね、岩谷さんから出てるタフマルっていうね、皆さんがイメージしやすいようなカセットガスコンロみたいな競合で売られていたりもすると思います。価格だったり好みだったりっていうところで製品どちらを購入しよう、何を購入しようっていうふうに迷われてる方がいると思いますが、使用頻度がそこまで高くないのであればコンパクトになるものを常に車載しておいて必要になったら取り出すぐらいな感覚で持っててもいいのかなというふうに思います。1000円2000円っていうよりはもう少しお高い製品にはそれぞれの製品がなってくると思うので迷われるところはあるかと思いますが、個人的には新富士バーナーさんおすすめしたいなっていうところをね強く思ってたりもします。この外のレギュレーターストーブをさらに拡張性を持たせるようにするためにですね、僕はこんなものを持っています。これが何かと言いますと YouTube チャンネルもされてるそうなんですが、 UJAC さんというところから出ている台も持ってたりもします。この外のレギュレーターストーブだけでは荷重を支えるのが難しそうな、例えばダッチオーブンだったりとかそういったものをね、加熱調理したい時に、この台を乗せてね、この上で荷重を支えながら加熱調理ができるようにするための拡張アイテムとしてね、僕はこんなものを買ってたりもします。こういった製品ってね、僕が買った UJAC さんだけじゃなくてですね、似たようなものを作られてたりすると思います。物の作りっていうところの良し悪しまで僕はわからないんですが、いろんなブランド名がついてね、販売されてたりもすると思うんで、そこにはめられるような、こういう台なんかね、持たれてても、実際にね、キャンプアウトドアで拡張性が広がっていいんじゃないかななんていうふうにも思ったりします。こちらのコンパクトカセットバーナーを紹介してみましたが、今回紹介したい本命の商品がこちらでございます。新富士バーナーさんから出ているカセットガストーチですね。ここに書いてある外のブランドが付されていないものですが、これと全く同じモデルで、このつまみの部分っていうんですかね、着火するボタンの部分が黄色くなっていて、ここに外のロゴが付されている外のブランドから出ているものもあったりします。新富士バーナーさんがアウトドアキャンプ用でブランド展開しているのがこの外っていうブランドで、この新富士バーナーさんが大元の会社さんだったりもします。なぜ僕がこの外ではなく新富士バーナーから出ているこのカセットガストーチの方を選択したからというと、もう単純に全く物が一緒で価格が1000円ぐらい安いからです。はい。これはですね、ちょっと見にくくてシールが剥がれかけてしまっているんですが、見ていただくとキャプテンスタックっていう風に書いてあるのがわかるかと思います。こちらもね、キャンプアウトドアメーカーのキャプテンスタックさんのカセットガスバーナーです。僕の活動拠点であるこの場所で使うとき、雑にというかいろんな作業に使われているので、こういったところが溶けていたりですね、かなり使い込まれているバーナーですが、キャンプアウトドア道具というわけではなく、この拠点で使うために日々酷使されているものだったりもします。この2つをこれからね、実際に映像でお見せして比較していくんですが、まずはじめに価格で言うと、今現在私がね Amazon で検索した限りではキャプテンスタックさんのバーナーの方が値段が高かったです。個人的にはこの後説明していきますが、機能性とか安全性に関しては新富士バーナーのものの方が圧倒的に高いので、キャプテンスタックのものの方が安売りされてるのかなと思いましたが、全くそれは逆でですね、新富士バーナーのものがだいたい2000円ぐらいの価格帯、キャプテンスタックのものがだいたい3000円ぐらいの価格帯で、キャプテンスタックのものの方が高かったです。もしかしたらキャプテンスタックのファンの方がいらっしゃって、キャプテンスタックのもので揃えたい、そういう方がもしかしたらいるかもしれないので、そういったところのブランド名で値段が高いのかもしれないんですけど、2つ比較しますが、どちらがいいという話ではないですし、キャプテンスタックの製品が悪いっていうわけではないんですが、価格差と性能差で考えたら圧倒的に新富士バーナーのバーナーの方がいいかなっていうふうに個人的には思います。何が違うかっていうところをこれから比較していくんですが、このキャプテンスタックのバーナーを取り外してみます。これで取り外せました。次にですね、この新富士バーナーのバーナーを取り外してみます。よく見せてくださいね。はい、これで取り外しができました。何が違かったかというと、取り付ける時にわかるかと思いますが、キャプテンスタックのものはパチンとはめるだけです。それに対して新富士バーナーは
ここにはめてからですね、はい、回転をさせることによってロック機構がついています。もうその時点でお分かりかと思いますが、こういったものね、乱雑に扱ってしまったりとか、場合によっては人が立ってる高さから落としてしまったりとかですね、そういったことがある時に、こちらの新富士バーナーのものはバーナー自体が外れてしまうことがないロック機構付きです。実はね、このバーナー2代目です。盛大なキャンプファイヤーをする時にこのバーナーを使用していたんですが、手が滑って落としてしまった際にこのバーナーだけポコーンと外れて飛んでいってしまって、完全な消失をさせてしまったことがあります。はい、このバーナーを持っていた中でさらに追加して買ったのがこの新富士バーナーのカセットガスバーナーなんですけど、落としても外れることがないと。ロック機構がついているものとロック機構がついてないもの、そういったところでも安全性がね、差があるっていうところがわかるかと思います。実際に、バーナーの炎をつけて検証してみようと思うんですが、照明を消してお見せしようと思います。ある程度照明を消してきました。まずはですね、キャプテンスタックのものから火をつけてみようと思います。はい、これで今全開です。少しずつ絞って全平にしていこうと思います。はい、ということでこれで全平にしてガスが止まったんですが、この後比較する新富士バーナーの製品と比べて、つまみによって中でね、ガスの量を調整するバルブっていうところの部分が少しチープなのかなっていう感じがします。対してこちらの新富士バーナーなんですが、このつまみをどれだけ大きくしようが小さくしようが安定して炎が出ているのがわかるかと思います。ここからつまみを少しずつ絞っていくんですが、すごくね、つまみの触った時の感触が良くてですね、小さい炎を調節する時もしっかりとバルブを調節しているっていう、そういう感覚があります。炎もまっすぐ綺麗に出ているのがわかるかと思います。両方ほぼほぼ満タン状態で比較しておりますが、残りのガスが少なくなってしまったような時も、この新富士バーナーのバナナの方が最後まで安定した火力を保ってくれるっていう印象がありますね。またね、これ炎を止める時なんですけど、わかりますかね、このポッっていう、しっかりとバルブが閉まって炎を止めてくれてるっていうのがわかるかと思います。対してね、キャプテンスタックの炎の方なんですが、バルブを閉めたことによってスッと消えるのは分かりますが、バルブの精度っていうところが多少悪いんだろうなっていう消え方をします。今は起きてませんが、寝かせて使ってる時に特にあったりもするんですけど、液体のガスがそのまま突出されちゃったりすることがキャプテンスタックのバーナーだとあるんですが、新富士バーナーのガスだと長時間使用していてもこのように振ったりいろんな角度で使っていたとしても、ガスが液体のままトーチの先から出てきてしまって炎が安定しなくなるっていうことがほぼなかったりもします。そして新富士バーナーのカセットバーナーにだけついている機能なんですが、このつまみの部分をずらすと、はい、このようにですね、バーナーの火ではない炎を出すことができます。もちろんこのつまみを戻すとバーナーに切り替わりますが、2種類の炎を任意に選択することができる機構がここのつまみについていたりもします。着火した後にね、柔らかい火を出したい場合、そういった時はこのようにすることによって2種類の炎の選択ができる構造になっているというところも、この新富士バーナーのすごいところだと思います。ということで、この2つのカセットガスバーナーを持っていて、こちらは車載用、こちらは活動拠点でヘビーユーズするという形で使い分けているのには理由があります。こちらの新富士バーナーの方が製品としてのクオリティが高い、品質管理がされているっていうことが映像で見ていてもね、それが伝わるようなところがあったかと思います。なので、車載をしていて使う場合、出先で使う場合に関しては、より安全性の高いものを常に持っておきたい考えがありますので、これを車載で使って活動拠点内で使う分にはこのね、カセットガスでも十分火がつきますから、実際に焚き火だったりとかそういったところにね、このバーナーを使って日々酷使しているところであったりもします。本当にこの辺り見ていただければ分かる通り、プラスチック部分なんていうところが溶け出したりもしてますが、寒い日に炎を強くして焚き火に火をつけようとしている時に、液化したガスがそのままここから突出されて、この辺りが一気に燃え広がったりした時にできちゃったプラスチック部分の焦げとか溶けだと思います。そういったことがあるので、外で使うからにはより安全性の高いものを使いたいっていうこと
ことで、これはこの拠点で使うためのものとして、こっちは外出先で使ったり、車載しておくためのものとして、常に持ち歩いたりもしています。はい。ということで今回はですね、僕のキャンプグッズなんていうところを紹介しながら、カセットガスバーナーについて少し掘り下げて紹介してみる動画を撮影してみました。いかがだったでしょうか？今後もね、キャンプアウトドアを続けていくにあたって、欲しいなとかいいなと思うギアがあればですね、新しく買って試してみたりとかもしたいと思っておりますので、何かおすすめのギアだったりですね、動画にして欲しいものがあったりもしましたら、コメントいただければと思います。キャンプアウトドアの動画、需要があるようでしたら、今後もね、どんどん動画を作っていこうと思いますので、ぜひともですね、動画の評価していただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。